はい、今回遺跡の説明会がありますので明和町に来ました。10センチぐらい掘りましたけれども、本当は柱の根入り、そこは多分ここから1メーター近くそこになります。なので掘ってないので今回今日はご覧いただけないんですが、かなり深いと思いますというふうには考えられるというふうに思います。そういった柱穴を一個一個たどると、こういう建物の、建物構造が考えられるだろう。それがこれまで見たことのないような、高い例のないような構造があるのが今回の8世紀の太陽宮殿の中心部、正殿の特徴だということが、3つ目ですけれども、言えるんではないかというふうに考えられるというふうに思います。これが行動等も、お見せしたような、お手元の資料にもさせていただいているところですけれども、ここからプラスアルファ、せっかく現地していただきたいので、ここからプラスアルファをお話しさせていただきたいというふうに思います。実は今お示しした白いテープが柱の数字を示す形ですね。今お手元の資料でも同じように見ていただけると思いますけれども、実はこの建物については、建て替えをしています。建て替えをしている。なんで分かるかというと、実は一つ柱があります。この側に柱が切り壊します。これが一部断崖のこれもそうですね。柱があるけれども、一部ちょっと残ってます。本来ここに柱があったのを2回目に掘った時に壊すんです。同じ場所に、ほぼ全ての柱が建て替えの空気が入っているので、同じ場所に、ほぼ同じ場所に、同じタイプの、同じ建物規模、建物規模で、同じ建物形式の、ものを1回建て替えている、2段階の変遷があるというのがポイントになります。なかなかイメージがつかないと思います。こういうものです。小さいので近く寄っていきます。上側が、上と下の並べるんですけれども、上が、岡山市にあります吉立神社という、今現在はそうになっています。そういった、神社の本殿になります。下側が、宇佐神宮、大分県宇佐市にあります宇佐神宮の、本殿になります。屋根の構造だけをご参考にということです。M 字なんですよ。わかりますかね。M。わかりますか。ちょっとこっちは待っていきます。ですよね。いわゆるアルファベットの M 字覚えておいてくださいよ。これそのままではないですよ。M 字です。側面、要するに西側と東側から見られている方はこういった、M 字のつば側を見ていますから、こういう M 字の屋根が M 字になってます。切り妻作りで、上が入りもや作り、下が切りもや作り、切り妻作りということになります。で今回見ていただいているのは、どちらかといえば、どちらでもないんですが、どちらかといえば、入りもやに近いというふうに思っていただいたら結構かと思います。ひさしが巡るからです。宇佐神宮はひさしがありません。ひさしっていうのは、またこれも説明してなかった申し訳ないんですけども、床です。お部屋です。お部屋の一角です。というふうに思っていただいたら結構です。もやとか写真とか書いてますけど、基本もうお部屋です。ここに壁があったりとかします。というもので考えていただいたら、この平面積の広さというのがお分かる、非常に大きいというふうに思っていただけると思います。非常に大きいだろう。これが255平米、東西17メーター、南北15メーターありますよという、そういった、規模になるということです。そして、3つ目のポイントですけれども、端隠しというふうに書いてます。ちょっとこれお見せしちゃったので見えないですけど、奥側にもありますけれども、実は、このひさしが巡る部分に、1軒分痩せさせ、控えて、向こうもそうですけど、控えて1軒分だけ北へ出す。でこちら、南側についても、南側1軒分柱があるということになります。階段があります。要するにこの建物は床張り、高床張りになってます。土間ではないです。上であります。
そうすると入りになるときに階段で上がります。階段です。階段があるところの上に屋根をこうね、こちらで支える。こういった構造になります。前々後殿みたいなんで2つは何の意味があるのというふうに思うと思いますけども、内部空間の利用を分けてたというふうに考えてもいいだろうと思います。寝泊まりすると分かりませんが、逆に一方ではこちら南側は正面というさっきの通り、例えば肝心等がおられたら電話になられるというふうに仮定するならば、どちらかというとこの前殿についてはオフィシャルなそういった要素を持っているような建物、このように考えてもいいのではないか。そうするとこの間のって何なのっていうことになると思いますけれども、これはよくわからないんですが、間仕切りがあったかもしれません。なんか別の使い方をしていたかもしれません。よくわからないんですが、こういった建物の形式を持っていたということになっています。実はこういう並びのケース、ぶっちゃけこれは一番古いという言い方をしますけど、一番古いケース、スタジオも入っているのがということになります。こういったものについて、例えばお寺、そして神社というように、最近こういった寺院建築、こちらが本殿、こちらが拝殿というような神社で、神様がとされているその方殿、その他、関東が、当然する時はこちらで、逆に、仏像であれば、仏さんがあるのはこちら、坊さんがおるのはこちら、そういった使い分けをしていきます。だから、お寺に行かれたら、一つの大きなお堂の中に、前と後ろで間仕切りされていると思います。そういうイメージで結構いいんですが、こういった、大量の宮殿、8世紀の皆さんがお入りになられた建物については、どうやら内面をおっしゃる、知的、公的、そういった空間分けをついた可能性もあろうかな、このように私どもは考えておるところです。ですから、最後になりますけれども、実は、今回250の1区ということで、上半期の調査になりました。下半期、来月からまた私調査しますけれども、こちら、皆さん、西側におられる方の下に、この私の西の辺が、また皆さんのまさに西の、交互期待ということで、下半期、この西の日立、そして、西の脇殿というのが、構造上分かってくると思いますので、ぜひご注目いただければと思います。ちょっと長くなりましたので、このなりますが、簡単な説明をさせていただきました。終わります。ありがとうございました。